学童の先生を学童の先生やってました。なかなかいない200キロの学童の先生、はい、優勝。早くない？早くない？小野川親方のごめんなさい、小手投げはピカイチで有名だったんで。どこがピカイチ。親方チャンネル。今今日はこちら、ここはい石川県でございます。今日はね、なんと元力士に会いに行こうということで、はい、あちらの市民プールの方に。なんでやねん、元木部の高龍のお店でおりますけど、ジンギスカン黒だるまの市店、はいに来ました。はい、やっぱね、力士といえばね、うまいもん知ってっから。そうですそうです、絶対うまいですよ。絶対うまいもん出るからね、はい、絶対うまいですよ。今日食ってやりますよ。今日ガチでいこうか。はい、ガッチリいきます。マジ食ってやりますよ。ヘルシーだからね、はい、早速行ってみましょ行きましょう。昼の部夜の部、昼がちゃんこ鍋、夜がジンギスカン。う。二部制なのかな、じゃあ早速行ってみます。おいし、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。化粧回しもあってね。本当だ。優勝するトロわ。フィーもあるわ、これはもう。優勝する。かと思ったら、ふさふさのちょんまげふさふさが置いてある。ですよこれ。ふさふさのちょんまげが置いてある。大きめのおいちょが置いてある。お腹最後もうなかったですもんね。割り箸。バカや。いやいや、なんかすごいね、綺麗なお店ですね。番付もあって。大将。はい、久しぶり大将。お久しぶりです。大将お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。木部屋のね、元関取の高龍の大将でございますよ。いやー、痩せたね。ちょっと痩せました。ガリガリだね。今何キロぐらい？今180キロあります。現役時代は220キロぐらい。痩せすぎ。これお店はどうですか？やって何年ぐらいになってるんですか？今1年ちょっとオープンしてから経ちました。まだはい始まったばっかりですけど、はいねえ、なんかサインとか見るといろんな方がね、いろいろそうですね。はい。現役の力士も。うまくいけば力士に会えるかもしれない。そうですね。はい、あります。ということで皆さんぜひ金沢に来た際には。早えよ。早えよ。そう。ちょっと味わってこい。いい、食べれるの？食べれます？はい、ぜひ食べれるの？ください。やった。じゃあいただきます。お願いします。お願いします。親方チャンネル。お待たせしました。うわ熱々やん。うわすごいです。チンチンですねこれ。はい。すみません、こちら火つけさせていただきます。はい、今お肉持ってきますんで。お願いしまお待ちす。ください。じゃあすみません、いただきます。早いな早いな。お待たせしました。こちらがジンギスカンのお肉になります。うまそこれは絶対うまい。特上ロース。はい、片面焼いていただいて、もう片面はさっと炙るぐらいのレアで食べれますので。ははい。い。でこちらが肩ロースのお肉になります。肩ロース。はい。こちら両面焼いていただいて、中がピンク色でも食べれますので。おお、レアでいけるんですね。レアでいきます。新鮮だから。これもうやっちゃっていいですか？もうやってください。お願いしまう。やりますす。か。じゃあじゃあ大将座ってもらってください。大将座ってください。はいいろいろ座りながら話も聞きたいし。行じゃあちょっと行ってみますか。ってみますか。特上から。これでもヘルシーな感じしますよね、もうね。いや食っても絶対太らんこれは。ちなみになんでこれジンギスカン屋を始めたんですか？もともと地元の先輩がジンギスカンをやっていて、で僕もちょっとやりたいっていうことでやらせてもらったっていうのが経緯なんですけど、食べて美味しかったですね。本当に美味しくて、これをもっといろんな方に食べてもらいたいなと思って。言ってる間になんかもう焼けちゃでもうったんだけど。これでこれちなみにおすすめはタレの方で、はい、行ってみたいと思います。まずかったらまずいって言うんで。お願いします。ぜひ。変な感じになっちゃうかもしれないけど。わかりました。じゃあいただきます。はい。うまっ、優勝。早くない？うま早くない？ちなみにこれタレにね、これガーリックチップですねこれ。はい、ガーリックチップニンも。ニクとガーリックチップがこれまたうまそうですね。よし。うまい。マジでうまいね。うまい。これレアがレアがうまいいいっていう意味がわかるわ。はい。臭みもなく。うん、全くない。うまい。ニンニクがまた合うわ。うまいわ。もう黙ってザクザク食いたいと思います。うまいんで。ありがとうございます。お子さんとか。オーストラリア産の6ヶ月未満のラム肉を一切冷凍せずに生でしてました。なるほど。まあ我々が言うのもなんだけど、こう罪悪感ないですよね。そうですね。はい。油少ないじゃん。ヘルシーだし。正直言うとちょっと俺ちょっと今までやりすぎたかもと思ったんですけど、絶対うまかったです。うまいね。本当に。口のタレもお肉両方使えるんですけど、はい。ちょっと好みで。あとなんかこのなんか辛め。これスパイスは何スパイスなのこれは？
これはちょっと黒だるまで作ってるスパイスなんですけど、独自のね、はい。ちょっとこのスパイスいってみよああ俺もスパイスいきたい。う。よー。あなんかこれバーベキューで出てきたら嬉しい感じね。ああ、そうですね。はい。なんかステーキとかにかけてうまそうなはい、美味しいです。万能スパイスっぽいこれ肩ロースですよね。そうです。これはこれでも柔らかいね。めっちゃ柔らかいし、ちょっと食べ応え出てくるわ。うん。うまい。知らなかった。普通に楽しいでしょ今。もううまいしか言ってない。なんか本当美味しい時ってうまいしか出なくないですか。うん。冗談抜きでうまいんだよ。ありがとうございます。ジンギスカンのこだわりとかあるんですか。なんかこ生のラム肉を入荷して、でもうすぐ仕込み肉をすぐ熟成させたりとか、まあそういうちょっと手間もかかってるので、う。あ、じゃあこう美味しく食べれるまでにね、手間暇かかってることですね。そうです。臭みが気になる方多いと思われるんですけど、臭みはどうですか？全然臭ない。臭みはないです。本当知らない方は巻きぐらい。じゃあ臭くない。それぐらい匂いない。その例えこれ見てさ、いやどんぐらいですか。いや知らない方の脇ぐらいっすって聞いた人来ないよ。いい意味でいい意味で。いい意味で。ちなみにこれは夜のみなんですか。夜のみちょっと提供させていただいてて、じゃあ昼はなんかはい。ちゃんこをやる。ちゃんこは夜にも提供させてもらってるのでは、ジンギスカンを食べた後に締めでちゃんこを食べて、締めでちゃんこ。はい、締めで結構ちゃんこを食べてかれる方が多くて、一人様用の鍋があるので、それでちょっと食べれるので、女性の方もお子様も。頼みやすいねだったらね。はい。食べやすいですねみんな。まあちなみにこれ大将だったらこれ200人前ぐらい比べるでしょこれ。そうですね。もしかしたら300ぐらい、いやいやいや。おーいや行くな。行くな。でも40キロ痩せてる。 40キロやってました。そんだけ食っても。はい。そんぐらいヘルシーってことだよね。はい。いやもう現役中よく行きましたもん、キテ部屋。重くて嫌だった。いやいやいやもう。オーロラも一緒に出稽古行ったからチューロラって言われてた。あ、そうです。チューロラ。はいオーロラさんの横にいさせてもらったら、皆さんからチューロラだって言われて。 220キロでもチューなんで。あれがね中ローラ時代だ。あ、チューロラで高いよね。はい。重量何枚目まで。重量は13枚目まで、そうだねはい、飛ばしただけだったんですけど、いや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 頑張りましたよ。現役は何年やってました現役は8年？8年。ぐらい、はい、あ、でも学生だから22だもんね。そうですね。30歳ぐらいまで。はい、30手前ぐらいまでやらせていただいて。でその後は金沢帰ってきて。そうですね、金沢戻ってきて、この飲食店する前に、はい一応サラリーマンも2年間ぐらいあ、そうなの。はい、もらってるんですけへーど、福祉関係の、はい、仕事を活躍しそう。させていただいてて、そこの福祉関係の会社が、学童だったりとか、保育園とか、もうそういうのも囲ってまして、はいはいなんかでそこでずっと放課後、学童の先生を学童の先生。やってました。なかなかいないよ、200キロの学童の先生。横にいた子がもう肩とかに乗ってて、はい、なんか気がポケモンみたいになってましポケモン。た。ピカチュウみたいな。ピカチュウはい。なるね。いろんな方のおかげでその飲食店、やってみないかということで、じゃあぜひということで。いろいろ経緯ありますね。まさか俺ね、高龍がね、学童の先生と思わなかった。引退した力士がね、今頑張っていると嬉しいね、我々ね。引退して学童の先生とか初じゃない。その学童を務めてた園長で、そこの会長が大相撲にいたなら相撲クラブを立ち上げないかっていうふうにあいいことしてる。それいいわ。今コーチとしてやらせてもらってるんですけど、相撲どころに石川県だからね、また第二の大野里を育ててもそうですね、らってね。本当に。今度相撲クラブとか行ってもいいですね。いいね。ね。次なんかじゃあ我々が大将のところのね、相撲クラブにもう来年とかちょっとタイミングが合えば、またぜひお願いします。ぜひぜひ。親方チャンネル。何これ。なんすかこれ。こちらが当店の一押しのメニューで炙りラム刺しっていう、炙りラム刺し。本当新鮮なので、本当表面さっと炙って山わさびもついてるので、これもいっちゃっていいですね。はい、もう特製のタレもついてるので、いや絶対うまいやつじゃん。うん。うまっ。これ合うんですよ、わさびがね。山わさびが本当合う。本当に？動画だからでしょ。それやめましょうって。どう？本当うまい。いやいや、一緒やないかい。いろいろ一品料理とかもあったりするんですよ。現役時代にいろいろその地方で美味しいものを食べたもので、これ出せるんじゃないかなっていうものをちょっと再現したりとかして。やっぱ相撲取りってさ、うまいもん知ってるよね。みんなそれぞれさ、は一押し持ってて、聞いたら間違いないもんね、大体ね。い。
美味しいわ。じゃあもう金沢に来たら物市のね黒だるま黒だるま。よろしくお願いします野々市店に。お願いします金沢から言うて近いですよね。車で10分15分ぐらい、もうタクシーも全然来れちゃうぐらいの、はいで力士も通うお店ですからね。最高じゃないですか。おそばさんとかもよく来るんですか、力士は。そうですね、阿炎関だったりとか、あ若元春関とか、やっぱ石川県も巡業結構はいありますので、その合間に来てくださって、この間も若元春関、阿炎関、で錦木関と、はいはいはい付け人もはいはい一緒に来てくださって、その時でもう肉もで50人前ぐらい、 50人前、はい、やば50人前行きますよこれ。うまいもん。はい、行くわ。親方チャンネル。あとこのお肉を使ったラム肉カレーっていうのもちょっと今日ご用意させてもらって、はい絶対うまいやん。他食べたいね、金沢のカレー。カレーちょうだい。じゃあすみません、お待たせしました。あ、どうぞこちらになります。なんか見たことあるやつだな、おい。見たことあるな。ありがとうございます。なあ、ちょっとすみません、いいですか。か。すみません、今日ちょっと店員としてやらせていただいて。今ね、8点で我々親方チャンネルの制作に携わってくれてるちょっと大清流という名前大清流のしこ名で重量まで上がってますんでね。はい。木瀬部屋同士ということでね。あ、すみません、ありがとうございます。どう久しぶりですか、会うのは。いや本当にもう引退して以来でちょくちょく電話とか LINE とかはさせていただいたりとか、仲いいね。はい、いやもう本当に大好きな兄弟子でした。入門は何年ぐらいしたんですか。3年僕の方が、あそうはい、年は1個先輩なんですけど、ああ、学生だからね。入門ははいはい。なるほど。なんかその木瀬部屋時代のなんか思い出とかなんかありました、なんか。小学校時代から知ってるんですけど、高校時代とかがもうすごいぶちかましがこの狂気みたいな顔で。もうほとぼりロケットみたいな感じで、なかなか年下の方でこんな当たりする人やっぱいないんで、衝撃が走ったっていう初めての木瀬部屋の稽古場で、そうやって思っていただいてるのはありがたいですけど、僕も体重が200キロ級が当時木瀬部屋に4人いまして、なりましたね。ガガ丸関とか徳島関と並んで一緒に稽古してたんですけど、本当に腰も首も悲鳴を上げるようなクレームということで。クレーム壊されたみたいになる。親方にも稽古はしょっちゅうつけていただいてたんで、北の海部屋はね、もともとなんならちょっと一緒だったから、はいよくうちの木瀬部屋にはね、こうやってお世話になってましたんで、はいもう2人ともね、一緒に稽古したりとか。じゃあ小野親方はお二人はどういう印象だったんですか。いや、それやめようよ。強い。カレー食べます。ああ、すみません。早速、じゃあ、じゃあ行きますか。カレーいっちゃいますよ。ね、金沢って言ったらね、ありますもんね、金沢カレーみたいなのですね。ね、結構濃厚な、うわ、濃い。濃い感じのお茶ですか。これ肉々しいですね。ゴロッと入ってるね。はい、親方が食べていただいてたお肉がたくさん入ってて、でそこに玉ねぎをしっかり炒めて、はいはい。子供も食べる子も多くて、そんな辛いわけじゃないですもんね。そうです。はい。うまいね、これ。食べたいでしょ。なんかちょっとフルーティーな気がするね。わかる気のせい。あ、もう本当に甘いのはこれはそうリンゴとかもだよね、はい、入ってます。そうそう、フルーツ出てこなかったから言わない方がいいかな。親方チャンネル。一度だけ僕の中で小野川親方と対戦あったんですけど、怖いというか小手投げ、これが小手投げかっていうぐらいもげたと思ってなるほどね。まだね、相撲初心者の方いるかもしれない。説明します。小手投げっていうのは相手の相撲生命を奪う危険な技です。相撲生命を奪いに行く危険な技なんでね。一応それだけそれ言い方が悪い。そんなに決めてた？小野川親方の小手投げはピカイチで有名だったんで、ここがピカイチなの。それはちょっとシークレ言えよ。そこチラッと見ればいいんだよ。チラッと見ればいいと。言われる。思い出の一番とかあります？現役中のやっぱ一番幕下優勝を決めた時おにう当時の貴景勝関おお勝って幕下優勝を決めたので、それが一番思い出に残ってますね。出世も早かったもんね。早かったです。8場所ぐらいでだよね上がらせてもらいました。高龍さんは関取に上がった時にしこ名高龍になったんですけど、師匠の現役時代のしこ名の直哉っていう下の名前をあやかってつけていただいて、高龍直哉で時代そうなんだ。あ、そうです。本当に。ナイスの人ありがとうございます。いっぱいいた。あれこれ今勝負してた。勝負してた。これ着てるの徳勝龍のね。あ、そうです。本当徳勝龍関からいただいた時に、で
これ使って、まあ、お店とかもしたいなということで、はいはい店できた時から来させてもらってるんですけど、そうなんだお粋だよねこういうのね、はい粋ですね。ちょっと食べこぼしがあるけどわんぱくな部分、わんぱくはマイナスポイント。い、ないですマイナス1ポイント。食べこぼしがある親方チャンネル。ということでね、はい、歴史からこのお店をやったわけですけど、はいやっぱり歴史をやってよかったなとかそういうふうに思う部分ってありますなんか。本当現役中はファンの方も応援してくださってで引退したらやっぱそのファンの人とか、まあ、応援とかはいそんなあんまないのかなと思ったんですけど、でもこう飲食店し始めてずっとファンでしたとか、逆にちょっと身近になってっていうか、ファンは会いやすいもんね、お店に来ればいるからね。そうです応援してましたよっていう方も結構来店されるので、そういう面では飲食店やってよかったなっていうふうに思いますね。いいですね、本当歴史からね、はなんか接しやすい感じするもんね、こうやっていろいろ化粧回しがあったり、ね、はい、もうお相撲って何ぞやとか、はいそういう人とかもいるので、化粧回しだとかもガラスケースに飾ってあるお店も結構多いんですけど、はいはいぜ手に取って触ってもらったりとか、触ることできないもんね、なかなかね。はい、なんでちょっと砂では汚せなかったんですけど、油で汚そうと思って。ああ、いや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 、うまい。うわ1ポイント。ありがとうございます。じゃあ、お接戦です。さっきマイナス1ポイントだった。わんぱくわんぱくだから、わんぱくが出たわんぱくポイントが。親方チャンネル。あっちの入り口の方にある、はいあれはどんな大会のトロフィーなんですか。そうですちびっこ相撲指導してるんですけど、その教え子が、は去年5年生の部で優勝した時の優勝カップでして、はい結構その歴史も長くて、もともと大野里だったりとか、炎鵬とかも優勝してる、すごっ。そこにまだ名前が。そうです大野里と炎鵬の名前も入って、そうなんだ。僕の名前も入ってます。すごい。いや、ちょっと自分自慢はちょっとポイントだな。教え子が木村陸君っていう子おーが去年優勝して、すごいで今年は2連覇かかってる。はい嬉しい、すごいな嬉しいね、教え子が勝ったら。はいはいで、ちょっとこの歴史をちょっと。はい、ですごい中村大輝が今の現うわ大野里、はいはいはいすごっ。はい、でこの前だと中村優也で今の炎鵬、炎鵬も。はい、おーもうちっちゃいから優勝してて、でで、これは。この高木龍太高龍と、うわ。はい、私でございます。マイナス1ポイント。高木龍太で高龍に。あそうです、はい、キムタクみたいな感じ、うわ、マイナスマイナス5ポイント。 2ポイント。ありがとうございます。まさかの。これこすってんなこれ。キムタクこすってんなってこれ。現役時代からやってんなこれ。すいません。高橋克典2の高龍ですっていう僕にいつも言ってくるんですけど、あ、ちょっと待った。ちょっと待って、こっちから横顔取ってちょっと。そぎ落とすな。そんな。似てるでしょ。似てます。似てるんだって、ほら。似てる、本当似てる。動画出るんですけど、親ちゃん見ましたって言ってきたお客さんに何かありますか。そうです、じゃあドリンク一杯無料。ありがとうございます。親ちゃん見てきたよという方にドリンク一杯。ドリンク。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大将今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思った方は、チャンネル登録、高評価、シェア、コメントもどしどし応募しております。今日は本当にありがとうございました。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 また見てねー。